皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアウトでございます。前回からユナイテッド航空のマイレージプラスに関してお話をしております。前回は国内線で ANA 便に乗る場合の話をしました。今回はね、国際線の話をいたします。で、前回話したことは多くの方が紹介していただいてて、タイムリーな情報もね、比較的入手しやすい話で。今回のことは、僕ね、こういったことを紹介してくれている人知らないんですよ。もし知ってる人があったら教えてほしいんですけども、日本から外国だけじゃなくって、外国から外国でも予約可能ですよね。そういったことに関して今日はお話をしようと思ってます。で、ユナイテッド航空のマイレージプラスね、昔は美味しかったんです。今さっきり言って美味しくない。ですから、私も含め多くの方がマイル塩漬けになって使い道困ってるんじゃないのかな。今回のお話はそういった方々の情報共有になればいいのかなというふうに思って動画を撮っております。で、ユナイテッド航空ですね。ここで片道でマイルを使って予約が可能です。で、私今回ね、取ったのが子供のチケットなんですよ。で、ヨーロッパのぐるぐるの旅行に行きますけども、その中で1個まだ歯抜けなんです。ローマからミュンヘン、私と妻とはルフトハンザ航空で移動します。で、子供このチケットね、買わないかんですけども、せっかくなんでね、このユナイテッドのマイレージプラスでちょっと検索してみますね。で、出発がローマです。で、ローマって、RO まで入れたらね、ローマをイタリアオールステーション出ましたね。それからミュンヘンはムーニッチなんですよ。これですね。ムーニッチですね。それから日付が5月の1日ですね。で、1人でビジネスじゃなくてエコノミー。これで検索をします。今日検索しているのが1月の19日なんですよ。もう残りね、4ヶ月切ってますんで、このあたり、もう歯抜けになってます。当たり前です。ただね、まだまだ残ってんですよ。で、エコノミーが6000マイルプラス所税が5150円。ビジネスだと3万マイルプラス所税が5150円となってますね。で、結構選び放題でもないのか。5便があって3便残ってます。私が予約してるこの便まだ残ってるんですね。本当はこれかに変えたいんですけども、5月1日変更を受けてくれないんですよね。しゃあないわね。なるほど。6000マイル分かった。もう一つね、僕、今までもう半分話しながら半分隠してきてたんですけども、私の大チョンボの話しますわ。2025年のこのゴールデンウィーク旅行に関して、妻とね、私と同時に取れたら何の問題もなかったんですけども、一番最初の東京からマニラへ行く便が1枠しか残ってなかったんです。ビジネスクラスがね。1枠しか残ってなかったからしょうがないので、妻を先行で取りました。で、その後私を取ろうとして、プレミアムエコノミーがダメだとかね。いろんなことがあって、結局、羽田からシンガポールを経由してマニラへ行くと。その後で妻と一緒にイスタンブール行くつもりだったのが、僕がここで1日勘違いして。妻の便は4月の25日マニラ発、26日イスタンブール着なんです。私ね、次の日取ってるんです。26日マニラ出発を取ってる。これに気がついたのが8月なんです。5月に予約をかけて、8月に僕コールセンターへかけた時にこの事実に判明したんだけども、3ヶ月も経ったら残ってるわけないんよね。しょうがないので、僕 ANA のサイトで毎日ね、空きが出ないかなーってポチポチやってるんですけど、出てこないです。出てこないのはしょうがないんです。問題は、イスタンブールからバルセロナまで私持ってるチケットは4月の26日のチケットなんです。僕、バルセロナに着くの27日なんです。着いた時点で僕の便はもう前の日に飛んでるんですよ。ダメじゃん。ね。これを翌日に変えないかんのですけども、格安チケット取りましたんで、キャンセル変更効かないです。そしたらもう一回格安チケットと、格安って言いながら3万8000円するんですよ。で、100% どっちかの便。ね、26日か27日、どっちかの便しか乗れない。どっちかの便はキャンセルせないかん。もったいないじゃないですか。ということで、こちらのね、ユナイテッドの方を取ったんです。で、もうこっちはね、先ほどのローマ、ミュンヘンと違って、今検索しても出てこないので、取ったチケットの方でご案内します。
でユナイテッドの E チケットは今現在はね、メールの本文で来るようになってます。で、2024年の9月の5日に取ってるんですね。で、ユナイテッド航空をご利用いただきありがとうございます。予約番号があって、この下にですね、ご購入内容の概要ってあります。17,500マイルプラス6,020円かかってます。で、どんなチケットを取ったのか、ちょっと見にくくて、ごめんなさい。4月の27日2025年、出発がイスタンブールで、到着がプラハ。何やプラハターキッシュエアラインズ。いや、そうなんです。もう直行便何回も話してますけども、エコノミーないんですよ。なので、プラハ経由やったら取れたんです。昼の2時25分出発で、午後2時5分にプラハ着きます。で、2時間15分の乗り継ぎでプラハを出発をいたします。到着がバルセロナが夕方の6時35分になります。で、こっちはね、これ何これ？ユーロウィングスヨーロッパか。僕はあんまりね、ヨーロッパの LCC 得意じゃないんですけど、LCC なんですか、そもそもスターライスだから LCC じゃないんじゃないですかね。ちょっとそのあたりは全く分かってないんですけど、これ、2時間ちょっとの乗り継ぎですから、空港から出ることできないですね。まあ、せっかくなんで入国して、まあ、なんというか、チェコですよ。チェコの空気を吸おうかなとは思ってます。まあ、あとはね、見てもあれなんですけど、長々といろんなこと書いてますわ。で、これでね、一旦収まってたんです。収まってたんですよ。ところがなんです。11月にね、翌年の夏ダイヤに関してなんかいろいろあるみたいで、ANA の方も毎日ね、実は変更のメールが来てたんです。その中でね、ユナイテッドに関しては、いきなり僕の携帯に電話かかってきたんで、仕事中だったから取りそびれてたんですよ。取りそびれてたらね、こんなメールが来ます。2024年11月の29日ですね、にメールが来たんですけど、ユナイテッド航空からスケジュール変更のお知らせ。まあ、これはね、もうはっきりしょっちゅうあります。ありますけども、これ何これ？携帯電話にかけたけども、出なかったためメールを送らせていただきました。予約便にスケジュール変更があります。大変お手数ですが、最寄りのユナイテッド航空コンタクトセンターまで至急ご連絡いただきますよう申し訳。何これ？こんなメールね、生まれて初めてですよ。いやー、ね、ただね、これ実は前後して僕もこの時にはユナイテッド航空かけてたんです。かけ直してたんですけども、なんと先ほどのね、プラハ行きがね、遅くなったんです。遅くなって、これもともと乗り継ぎ時間2時間しかなかったじゃないですか。乗り継げなくなったんですよ。で、しかもね、もうないんです、この後、バルセロナ行き。僕、バルセロナ行けないチケットになっちゃうんです、これ。それはないわ。ね、お姉さんなんとかします。僕、プラハで行きたいわけじゃないんで、バルセロナ行きたいんですわ。なんとかバルセロナに僕を行かしてくださいってね、お願いをしました。そしてね、コールセンターのお姉さん、コンピューターパパパパ叩いていただいて、乗り継ぎ時間長いけど、1便ありますと言っていただいて。さあ、どんな便でしょうかということでね、その日の9時53分に E メールが来てますね。で、ちょっとこれは英語なんですね。さっきは日本語でね、ありがとうございます。これは Thank you for choosing United になってますね。ということで、どうなったのか。11時55分にイスタンブールを出ます。昼の1時5分にザグレブに着きます。ザグレブって何？クロアチアですよ。実はね、私の妻も今回同行する M さんもヨーロッパでどこが一番良かったんって、もうね、二人ともが口を揃えてクロアチアだって言うんです。クロアチアか。これチェコよりいいな。ね、しかも乗り継ぎ時間が長くなる。次6時5分発ですね。この間5時間あります。どうかな、ギリギリ街行けるんじゃないのかなと思ってます。で、その代わり到着がね、夜の8時10分、バルセロナとなっております。で、航空会社がどっか書いてましたっけ？こう書いてるな。最初の便がターキッシュエアラインズ。
後の便がクロアチア航空になります。で、結局ね、税金しか書いてないな。6020円。必要マイルはさっきのと一緒でしたんで、17,500マイル、6020円。あ、一緒だ、税金も。あれこれ偶然じゃないのかな。ザグレブの空港もプラハの空港も多分所税が一緒だったっていうことですね。ということでね、一旦これで解決はしております。で、ユナイテッドに関して、必要マイルがイスタンブールからバルセロナに直行した場合も 17,500 かってそうじゃないんです。そっちはユナイテッドの方のホームページ見ています。では、ユナイテッドの方のホームページですね。で、ここがローマじゃなくて、イスタンブールですね。到着地がバルセロナですね。4月の27日ですね。で、これで検索をいたします。もうなんか嫌になるんだけど、ビジネスしか出てこないんです。ビジネスだと45,000マイル。で、所税が3,700円だからね、経由するとやっぱり所税高くなる。これ当たり前なんですよね。で、ここよく見てください。次の日だと 17,500 です。その次の日だと 12,500 でしょ。こっちが直行便ですわ。はい。直行便だと 12,500 になります。経由をすると 5,000 高くなるんです。私は今回高いの安いのじゃなくっても取らなしょうがなかったので取りました。ということでヨーロッパ内に関しては近場だと 6,000 マイル、遠くでも 12,500 マイル。で、1箇所経由をすれば 17,500 マイルになるということですね。で、こういったことをね、詳しく解説しているサイトとかあれば教えてください。というのは、日本からの国際線は詳しく書いている人いるんです。もう本当昔から僕20年近くお世話になってるんですけども、その方もヨーロッパみたいなのまでは紹介してないので、ぜひね、そういったサイトをご存知の方あったら教えてください。で、塩漬けのマイル持ってる方多くいらっしゃると思うので、そういった情報共有をね、できればいいな。で、もう一個ね、アメリカ系のプログラムがあるんですよ。で、そっちに関しても僕はっきり言います。ユナイテッドの方は塩漬けになってるというのもここ数年の話なんです。もう一個の方はね、15年間ずーっと塩漬け。なんやねんっていうマイルがありますので、次回はその話をいたします。来週金曜日夜7時に新ネタあげます。ぜひチャンネル登録していただきまして、この先もご視聴くださいますようよろしくお願いいたします。